行動がなければ愛じゃないと思うんだよ。そこが好きです。そうだ。ああ、憧れちゃう。愛が欲しかったのよ、私は。せーの。皆さんこんにちは。こんにちは言って。あ、言うんだね。こんにちは。はい。皆さんこんにちは。矢吹風花です。セルです。はい、ということで本日もゲスト会。イエーイ。はい、今日は田中セルジオくんが来てくれました。どうもー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、セルちゃんはどんな人かと言いますと、セルちゃんはですね、外国人です。そうですね。はい、ブラジル人です。ブラジル人なんですけど、今ですね、吹き替えで日本語を喋ってもらってます。はい、8歳の頃から日本に住んでいるブラジル人ということで、小さい頃から一緒の教会にね通っていた時期とかもあって、はい、クリスチャンの同級生でございます。イエーイ。イエス様好き組ってこと。そうなんですよ。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はイエス様のここが好き好きですというタイトルでこれかやっていきたいと思います。あー、あんまりこのね、イエス・キリストとか、ジーザスについて、まるっと喋ったことないなって YouTube で思って、まあ今回はもうイエス様大好きであろうセルジオ君をゲストに、はい、ありがとうございます。来ていただいて、なんでイエス・キリストがいいって思ってんのかっていうのをちょっと話していきたいと思います。いろいろあるからな。それでは早速行ってみましょう。それではね、私はまず、どこが好きなのかって見ると、30代と思えないぐらい熟してるんだよね。そうだね。そうなんだ。俺も30代なんですけど、全然見えないでしょ。で、30代なんだけど、彼の放つ言動とか、そのなんかアドバイスしてるところとか、アドバイスするポイントが、30代の考え方じゃないなっていうのがあって、そこがすごい好きなんだよね。例えば、お金について言う時があるね。別に明日のこととか、30年後のこととかばっかり気にしてないで、とりあえず今日のこと考えなよっていうアドバイスするんだけど、それってなんか今の世代に合ってるというか、俺も30代なんだけど、そういう風に言われなければ考えないなっていうのがあって、30代ってそろそろ子供持とうかとか、家がないとダメだなとか、会社で出世しないととか、いろんなこの悩んだりする時期だと思うんだけど、30代でよく、いや、未来のことよりもまず今の自分をしっかりしてねって教えるとこが、同じ30代と思えないと思って、尊敬、なんか言うんです、みたいな感じになるんだよね。そう、イエス・キリストが、宣教というかね、この神様について話し始めたのが、30歳から33歳って言われてるんだよね。3年間だけしかイエス・キリストは布教活動しなかったんですよ。しなかったんですよ。めちゃめちゃ影響力あったよね。そう、たった3年ですごい人たちに影響を与えたっていうことでね。もうそこがね、まず好きだったね。私は、イエス・キリストの好きなところは、まあ聖書にね、イエス・キリスト神だよって書いてあって、いろいろ教えてくれてるんだけど、十字架にかかるシーンがあるんですよね。こう自分が殺されるっていうシーンがあって、このイエス・キリストが十字架にかかった時に、言った言葉がすごい大好きで、自分をね、殺してくるような、もうあいつを十字架につけろって言っている敵に対して、神様は彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。で、神様に祈った、彼らを許してくださいって祈ったこの愛がやばいなと思って。キュンです。キュンです。もう敵に対して100% の愛でこう祈れるってすごいな。すごいよね。はい、私はそこがもう大好きです。そこキュンだね。だって神なんだよ。そこで、くれってやればさ、やつらを殺せもうなんか眼力でさ、レーザーみたいなの出して、キャーってやればいいのに、愛の塊だね。そうなのよ。そこが好きです。そうだな。2つ目。俺はね、ここだけの話。顔でかいよ。顔でかくなってるでしょ。びっくりしてるよ、絶対。携帯持ってる人も。彼は人間の大きな問題に対して答えを持ってるというか、ズバリ言ってるとこが好き。なんか、やんわらかにしてないっていうか。確かに。は
きり言うよね。はっきり言ってるから好き。俺ははっきり言う人なんだけど、なるほど。はっきり言うからこそちょっと好きだなっていうのがあって、多分人間関係について言うときも、さっき言ったのと似てるんだけど、敵を愛しなさいってやつがあるのね。普通そんなこと言う人いないじゃん。てか、敵は敵じゃん。とか、あの人はあなたのこと嫌いだから離れた方がいいですよとか、距離取った方がいいですよ、無視した方がいいですよっていろんなアドバイスがあるんだけど、愛するって重すぎない？難しすぎるよね。遠くから見守りなさいだったらわかるけど、愛するって言うんだよ。で、俺はね、もうそれができなくて、嫌いな人嫌いなんだもん。で、じゃあどうすればいいんだろうと思った時に、十字架のシーンもあるし、読んでいけば読んでいくほど、いろんなところで敵に対して優しくしてて、で、行動を起こすんだよね。愛ってさ、俺が思う愛って行動を起こすものなんだよね。行動がなければ愛じゃないと思うんだよ。だから、好きですって思ってるだけじゃダメだからね。行動だからね。で、その行動をすることがすごいなと思って。で、何回か真似したことあるんだよ。こう工場で仕事してて、で、俺のことすごいいじめてくる先輩みたいなのがいて、どうしようと思った時に思い出したわけ。あ、そうだ、敵を愛してみようと思って。俺は敵って認識しちゃったから、俺の心で。あの人は敵だみたいな。もう俺のこといじめてくるし、敵だと思ったんだけど、敵だからどうなんだって話なんだけど、じゃあ愛そうと思って、その人にね、毎朝、その人の買うコーヒーを見つけて、あれが好きなんだって、その人が買う前に俺が買いに行って、あ、どうぞってこう、コーヒーをあげるようになって一緒に飲もうとしてたんだけど、最初の頃におめえなんかいらねえよってもらわなかったんですよ。でも3回目かな、4回目ぐらいで、なんか一緒に飲むようになって、なんでくれるんだよ、みたいな。で、少しずつ打ち解けていって、残業の時にパンを配る会社だったんだけど、俺食わねえから食っていいよ、みたいな。なんかパンをくれるようになって、で、俺がその会社を辞めることになったんだけど、震災で、ボランティアしに行きたくて会社辞めたのね。そしたら、その人がね、唯一なんかプレゼントしてくれて、なんでお前辞めるんだよ、みたいな。もうすっごい嬉しかったの。そう、だからそう実践できたと思って、俺も最初嫌いだったんだよ。好きになったわけじゃないんだよ。でも最後の方は、なんかツンデレじゃんってなって、俺もなんかそのモヤモヤとしてる気持ちがなくなったっていうか、あ、本当に実現できたみたいな。敵を愛する行動できたみたいな感じだったなっていうのがあって、そういうとこ好きと思って。いやでも本当に人が変わる瞬間ってやっぱ愛を受け取った時っていうかね、なんか、命令してもさ、これ直しなさいって言っても変わらないけど、愛されたっていう時ってなんか変わるんだよね。ねえ、だから、すごい。そう、黒いコーヒー缶、ボスの、あれのおかげです。これ言ったら怒られちゃうやつ？大丈夫。あ、よかった。はい、二つ目ね。二つ目、イエス・キリストのここが好きっていうのは、自分の命を捨ててまで愛してくれるところが好きです。とことん濃厚なパターンが好きだよね。いや、なんかそのね、まあ十字架につながるんですけど、イエス・キリストが十字架にかかったのは私たちの罪を身代わりにせようためだよってあるんだけど、まあイコール彼は別に死ななくてもよかったのに、我々が罪があるから死ななきゃいけなかったわけじゃないですか。そうだね。そう。で、代わりに死んでくれたの。ね、命を私の代わりに捨ててくれた。もうそれがさ、命がけで愛されるってないじゃん。ないね。なんかたまにね、この出産とかもやっぱり命がけだし、本当に何か大変な時に親が子供の命の代わりに自分を捨てるっていうこともあるかもしれないけど、なんだろうね、すごい言うなれば他人じゃん。まあそうだね。完全に他人だけどね。そうそう。神様目線からすれば、もう子供のように私たちを愛してくれてるけど、こっちからしたらさ、知らないよって言えば終わりの人じゃん。まあそうだね。捨てられてもいいわけだもんね。そうぶっちゃけ。けど、たとえこっちが信じなくても、こっちがイエス・キリスト好きって言わなくても、それでもいいよって命を捨てて、もう私はあなたを愛してるよっていうのが変わらない。そう。それがね、やっぱね、素晴らしいなと思う。ああ、一方的な愛か。いや、私は結構この愛に飢えてた人間だったんで、もう愛してくれる人欲しいみたいな感じだから、もう本当に愛が欲しかったのよ、私は。愛がね。そう、愛が欲しかったの。そう、けど、この愛を 100% でくれたのよ。すごいね。単純にそこです。でも無条件ってとこがいいよね。そうなのよ。なんかストーカーとかってさ、愛がこじれたストーカーじゃん。で今、多分絶対聞いててさ、何一方的に勝手にやってくれてんのと思うかもしれないけど、そのさ、
こじれた愛じゃないじゃん。そうなんだってだよねこっちが何もしなくてもいいよっていう感じじゃん。ストーカーってさ、結局、お前は俺のものだって殺しちゃったりさ、はい結局最後はやっぱり自分に帰ってきてほしいから愛してるわけじゃん。愛してるんだって言ってるけど殺しちゃったじゃん。その超自分勝手な愛ないじゃん。でも神様の自分勝手というか、これ言っていいのかな、まあ、自分勝手神様の自分勝手ねえ、もう自分勝手に死んでくれたんだけど、ありがたいことにね。すごい無条件だからいいじゃん。何もしなくてもいいし、そうだからといって、じゃあ俺を信じろじゃなくて、信じたくないならいいよ、みたいな。すごいなんかこっちのペース守ってくれる。そう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 。いいね。はい。ああ、そこは好きそこが大ね好き。です。はい。好き。三つ目。俺はね、これは多分ありきたりかもしれないけど、スターが好きなんですよ。スターね。そうそう、スターが好きなんですよ。例えば、もう超有名人だと、じゃあマーベルの誰が好きって聞かれたら俺はマイティー・ソーが好きなんだね。だってめっちゃスターじゃん。地球に来て雷ドカンみたいなさ。じゃあ普通だったらじゃあアイアンマンが好きって言うけど、俺はマイティー・ソーの方がスター感出てるからスターが好きみたいな。しかもなんかみんなついてくじゃん、やつに。だからそういう人が好きなのね。で、そのイエスって当時で言うともうスターなわけよ。はいはいはい。行くところどころが渋滞ですよ。だから今で言うマイケル・ジャクソン、はいもっとすごい人いる？今で言う。今で言うわかんないけど、だってあいつほど有名な人知らないからさ、マイケル・ジャクソンとか、ビートルズとかさ、ググればもう街が止まるわけじゃん。街止まってんだよ、武道館の周りの信号とかも。ビートルズがいるってだけ。で、それはさ、やっぱそういうスターが好きというか、ああ、憧れちゃうっていうのがあって、そう単純なやつ。そうだね。でも人としてもっていうか、ほんとかっこいいんだよね。まあそうだから30代と思えねえんだよな、本当に。うちが60代とか言うけどさ、いいですか？うちが60代。ね私おばあちゃんなんですね。言うけどもうすごい熟してんなーっていうのがあって、まあでもスターだよね、カリスマ性がある。はいはいはい。そういうところが好きだね。例えばさ、そのギリシャから一時来るんだよ。当時ギリシャってみんな哲学者たちの塊で、なんかすごい人いるからじゃあ話行こうぜって言うんだよ。で、イエス・キリストのところにバーって来て、じゃあ人生の答えくださいみたいな質問するわけ。それでカリスマだから、イエスはもう知らないのかお前ら。口から入ったものはどこから出るか知らないかって言う。そのさ、その人たち答え待ってるわけ。哲学者だから。考えたいんだよ。答えのないものを求めてるから。はいはいで、イエス様が言うときさ、お前らの口に入ったものはどこから出るか知らないのかって言って立ち去るのよ、その場を。で、哲学者、きょとんとするわけ。みたいな。何この人みたいな。何が好きかっていうと、いや、俺お前らのために来てねえから。もっと小さな者たちのために来てるから。みたいな、そういうカリスマがあるとこが好きだ。はいはい。葬式の中に入ってって、みんな泣いてるのに、いきなりだよ、通りすがりだよ。大丈夫大丈夫っつって、ポロッつって夢帰ったよ、バイバイみたいな、そういうとこが好き。絶対さ、残されたお母さんとかついてくじゃん。はいはい。蘇った息子とかさ、俺死んでたわみたいなさ、そのカリスマが好き。そうだね。なんかさ、みんなに囲まれてたら子供を抱いてるとことかも好きだし、なんかスターだよなーってなっちゃう。好き。はい。キュンです。私は、その顔やめて。私は、何言おうとしたんだっけな。罪を責めないところが好き。なんかキリスト教って結構、これは罪だ、これは罪じゃないみたいな、はっきり言うし、こうなんかよく、私キリスト教って言うと、キリスト教ってゲイとかダメなんでしょみたいな、すごい言われたりとか、すごい偏見するんでしょって言われるんだけど、でもイエス・キリストが、売春婦と言われる、もうその当時本当に罪人って言われてて、もう、殺されるような立場だった人がイエス・キリストのとこに連れてこられて、で、なんか周りの人たちがこの人にこいつは悪いやつだからみたいな感じで、そうイエス・キリスト裁けよみたいな感じで連れてこられた時にイエス・キリストが、じゃああなたたちの中で罪がない人がまず最初にこの人に石を投げなさいっていうシーンがあるんだけど、もうこれがもうなんか最高の返答。もうこれ以外何もないっていうか、そうそう。私はあなたを裁きませんよとも言わないし、この人は裁かれるべきですよとも言わないし、あなたたちの中で罪がない人からこの人に石を投げなさいっていうその一言で終わった。かっこいい。これが知恵の言葉というか、結局誰も私は正しいですって言える人がいなくて、その女の人だけ最後残ってて、キリストが
もう許されたよじゃないけど、もう罪を犯さないようにしなさいって言って終わった。それがね、なんか、かっこいい。かっこいいなって。カリスマだよ。はいはい、はい。だって、その最中で裁判官たちなわけじゃん。その当時のそう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 。裁判官とか弁護士に言われてるわけじゃん。で、それだけさらって言って、また絵描き出すからね。そういうとこ。わかる？地面に絵を描いてる。もう地面によく描き出すから、じゃあお前らで考えていて、みたいな。かっこいいんだよな、そういうとこね。キリスト教というか神様を信じる時もさ、自分の罪をこう許してくださいっていう気持ちもありつつさ、この神様を信じますって言うけど、この罪を表されるってすごい恥ずかしいじゃない。恥ずかしいよな。自分はこんなに汚いことしてたんだってバレるのも嫌だし、こんなに悪いやつなんだって知られるのも恥ずかしいし、嫌だけど、もうそれがもう明らかにされてる状態で連れてこられたこの女の人だったんだよね。その現場であれだもんね、捕まったんだよね。なんか私がその人だったらとか考えると、もう本当になんだろうね、キリストがね許してくれたっていうか、恥ずかしいね。そうけどなんかそれに対して、お前はここがダメだとか言わないじゃん。そうだね。それがね、責めないよね。すごいなって。俺が思うにいろんなタイプのクリスチャンがいて、いろんな教会の人がいるんだけど、イエス様に似ようとする場所じゃん、教会って。イエス様みたいになりたいから教会に行って学ぶんですよ。だからイエス様みたいになりたいって言ってる人たちが、お前はダメだって言ってたら違うじゃんね。そうだね。そう思います。だから本当にまずキュンデスにならないとね。そうだね。本当のイエス様にね。だから勝手にさイメージだけで、いやいや神は清いからとか言ってさ、さばいてたらイエス様じゃないと思うんだよね。そのさ、いつもイエス様がご飯食べ行ってるシーンとかがあるんだけど、そこはさ、いつもなんか社会的に阻害されてる人たちが集まってるような人たちのところで平気で食べちゃうし、平気で振る舞うし、ご飯も。でさ、足が悪くてもどんな形の人であっても優しく対応してさ、そこがまたいいよね。例えばさ、俺だったら神だったらさ、俺は厚かましいやつなんだけど足のない人がいたらさ、一歩でお前足ねえじゃん、足直しよ、っていうテンションに直しちゃうかもしれないけどさ、このよく読んでると、その人たちのその悪い状態を責めないで、その人を受け入れる感じが強いんだよね、イエス様って。だからそこもまた共感だわ。共感しちゃう。そうだね。なんか共感するとこあったらちょっとコメントのところにねはい。コメント欄に勝手に言っちゃったよ。いいです。言ってみたかったんだけど。 OK ですか？あ、OK です。はい、ということで、もっとねいっぱいあるけどね、まあね、イエス・キリストの好きなとこ、かっこいいところぱいありますたくさんあるんですけど、皆さんも聖書を読んでみて、キリストっていうのがいたんだな、こんなことしてたんだなっていうのに興味を持ってもらえたらいいなと思います。そうだね。ネットフリックスの映画だと思って読んだ方がいいね。楽しんで読めるからね。はい、ということで本日はゲストにセルジョ君に来てもらいました。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。またねー。バイバイ。